皆さんこんにちは、ゆりこです。実は私、皆さんに鎌倉の魅力を伝えるため、これから新しい企画を始めたいと思っています。それは今までのランダムなスタイルの動画ではなく、地元に愛されるお店やカフェ、そしてその周りにある自社や自然を訪問しながら、鎌倉生まれ、鎌倉育ち、鎌倉在住の自分にしかできないユニークなブログを作っていきたいと思います。一人で鎌倉を散策する上で、喋りながらだと行くことのできる場所が限られてしまうので、今回はアフレコで動画をお送りしていきます。ぜひ一緒に鎌倉を散策しましょう。まずは長谷駅から私の一人鎌倉散策が始まります。これは長谷駅から鎌倉駅に向かう江ノ電の車窓からの景色です。新緑が眩しいほどに美しいですね。江ノ電は今から123年前に開線したと言われています。鎌倉駅に到着したので降車します。江ノ電は日本で6番目に開業した電気鉄道とのことですが、初めてドイツ製の伝送機器を装着するなど新機軸を盛り込み、開業に向けて用意された4両の電車も当時の常識を覆すビューゲル式終電装置を採用したことにより異彩を放っていたそうです。また個人的なエピソードですが、会計士だった祖父は監査法人に勤めていた時、実は江ノ電の監査をしていたそうです。江ノ電には不思議な縁を感じます。さあ、だらだら話してきてしまいましたが、ようやく鎌倉駅に到着しました。今日は4月の第3土曜日。時刻はまだ午前10時半ですが、大変多くの人で賑わっています。多分皆さんのほとんどは江ノ電ではなく旧国鉄の JR 東日本で来ることになるかなと思います。鎌倉を訪れるべき時間について、実は時期によって異なります。今回は10時半に来ました。今の時期は本当に人気なので、早めに来る方がいいかもしれません。ただ、東京から1時間ほどかかってしまいますし、時期によっては寂しいくらいガラガラだったりもするので、一概に早い時間に来るべきとは言えません。鎌倉には必ず混雑するスポットがあります。しかしそうではないエリアもたくさんあります。今日は鎌倉駅西口から佐助方面に早歩きをしながら向かっています。このエリアは小成
と呼ばれる場所です。おなりの意味について日本語で説明するのは非常に難しいので、チャット GPT に聞いてみました。彼曰く、身分の高い人がおいでになることらしいです。このおなりという地名の由来は、明治時代、鎌倉に御用邸が設けられた際、皇族が通るための道として整備されたことから、おなりの道と呼ばれ、そこからおなり通りという名が生まれたと聞きます。さて、鎌倉駅から一度も曲がらずに直線してきましたが、この辺りのお店はとてもレトロで素敵な雰囲気があります。今日は残念ながらパスしますが、いつか訪れたいと密かに思っています。あんなに忙しかった駅前がまるで嘘みたいに人が少ないですね。そして新緑の緑が本当に美しい。さて、笹目一丁目の交差点にやってきました。ここで初めて右折します。この辺りには佐助川と呼ばれる川があります。この小川のせせらぎは佐助の魅力の一つです。夏に訪れた時でさえ小川のせせらぎが美しいので、暑さに耐えることができます。ああ、美しい藤の花ですね。4月下旬から5月上旬にかけて、たくさんの藤棚を鎌倉で見ることができます。満開に咲くのが本当に待ち遠しいです。すでに15分くらい歩いているので、なんだか暑くなってきてしまいました。正直、鎌倉のいいところは数えきれないほどあります。たかだか23年間くらいでは、まだまだ知らない魅力がたくさんあります。再び分かれ道がやってきました。右に行くと銭洗弁財天、左に行くと佐助稲荷神社。今日これから行くカフェは、実はどちらの道からも行けますが、私は抜け道が大好きなので、佐助稲荷方面に向かいます。そういえば、この辺りの住宅街は本当に素晴らしいです。比較的大きな戸建ての家が多い印象です。さて、再び分かれ道、右に曲がっていきます。ちなみに、まっすぐに行くと、そのまま佐助稲荷に行くことができます。目の前に一組の親子がいて、これからタケノコ掘りをすると言ってスコップを用意していました。今日も鎌倉はとても平和です。そして目の前からは別の親子と軽トラック。すれ違った軽トラックのトランクが開いていたので、思わず二度見してしまいました。ああ、今日も
鎌倉は平和です。細い小道をしばらく歩いていくと、何やら曲がり角が見えてきます。そして道沿いに歩いていきます。看板がありました。銭洗弁財天の方に向かいましょう。この辺りも結構上り坂になっていて、正直きつかったのですが、ここで最後の難関である階段が現れましたね。上りの階段は正直とても辛いです。26歳の私にはだいぶ辛かったです。でも皆さん、もう少しですよ。もう少し頑張っているところを見てあげてください。でも少し疲れてしまったので立ち止まって撮影しました。ここの階段を上がったらお店は右手にあります。はい、こちらが本日お目当てのカフェグラです。早速中に入ってみましょう。先週も来たんですけど、どうぞ動画って撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？私は顔出しわかりました。お邪魔します。このお店では靴を脱いでから入っていくスタイルになっています。早速店内に入っていきましょう。こちらのお家はなんと築90年。ここは和室です。なんだかとても懐かしい雰囲気。そして実は反対側には洋室もあります。アンティーク家具が無造作に配置されていて、当時の生活の様子が伺えます。洋室の方には全部で5つのテーブルがあり、それぞれ個性があって素敵でした。優しいオーナーさんのおかげで、なんと一人で和室を占領させてもらえることに。この日本の伝統的な居間があるカフェはなかなか見ないので、とても新鮮な景色でした。そして私はこの部屋に入ってから気になっていたことがあります。それはこのサザエさんの漫画です。日本の伝統的な居間でサザエさんを読んでいると、本当に昭和にタイムスリップしてきてしまったような気がしました。鳥のさえずりを聞きながら漫画を読む時間は本当に最高でした。サザエさんの漫画は実はあまり読んだことがなかったのですが、いつもクスッと笑ってしまうようなオチがあります。今と違って
昔の漫画は4コマ漫画といって4つのシーンだけで物語が描かれます。そしてサザエさんのすべてのエピソードは4つ目の場面を見なければ1から3つの場面の意味を理解することは難しいです。読者に物語の考察の余地を与えるというスタイルは受動的に与えられる面白さではなく能動的に考えさせられる面白さなのかもしれません。また、たった4つの場面だけで作者の伝えたいことを理解するというのは文脈を汲み取らなければいけない日本語そのものを学ぶのにとても役立ちます。また、それ以外にも、実は漫画にはたくさんの擬音語や擬態語が出てきます。思い返せば、私は小学校でオノマトペを学んだ記憶がありません。ですが、子供の頃、本当にたくさんの漫画を読みました。特に好きだったのは手塚治虫。当時、子供だった私に彼の作品の何%が理解できたかわかりませんが、間違いなく言語の勉強に役に立ったと思います。手塚治虫という漫画家は日本で非常に有名ですが、彼は実は医師国家試験に合格し、医師免許を持っていたと言われています。しかし、23歳で大学を卒業後、漫画家の道を進むことに決めます。彼自身、在学中に医師と漫画家の道、それぞれ悩んだそうですが、彼の背中を押したのはお母さんの言葉だったそうです。それは、あなたは漫画と医者のどっちが好きなの？という質問でした。手塚治虫が漫画ですと言うと、じゃあ漫画家になりなさいとあっさり答えたそうです。普通の親なら漫画家になって生活できるの？医者になりなさいと答えそうです。だらだら話していたら、注文していた抹茶と甘味が届いてしまいましたね。今回注文したのはわらび餅と抹茶のセットです。出来たてでプルプルのわらび餅は本当に美味しそう。メニューにはなかったのですが、小さなチーズケーキもついてきました。オーナーさんの優しさには感謝しかありません。早速お抹茶をいただきます。もちろんとても美味しかったです。濃すぎずとても飲みやすい抹茶でした。そしてわらび餅はというと、美味しすぎる。別アングルからもいきます。きな粉と黒蜜の相性が抜群で、甘さも控えめなので、スイーツを食べている
という罪悪感もとても少ないです。抹茶ももちろん濃い抹茶も飲むことができますが、海外の方の中には抹茶の苦味が苦手という方もいると思います。そういった方でも飲めるような飲みやすい抹茶だなぁと思いました。出来たてでプルプルのわらび餅はほろほろと崩れてしまうくらい新鮮で手作りの感じが伝わってきて、とても満足でした。この後一人で残りを楽しんでいきたいなと思います。はい、食べ終わりました。このカフェは本当に人気なので、次から次へと人が入店してきました。実はこのお店は土曜日と時々木曜日しかお店をやっていないそうです。というのも、72歳のオーナーさんは別の場所に住んでいらっしゃるので、休みの日しか来れないとのことです。そういえば肝心なことをお伝えしていなかったのですが、スイーツとドリンクのセットでなんと300円でした。信じられないほど商売っ気がなく良心的なカフェだと思います。実は私は地元に住んでいますし、待っているお客さんも数組いたので、少し早めに出てきました。でもオーナーさんは本当に優しくて、私が15分ほどで出てしまったことに、もっとゆっくりしていっていいのにごめんなさいねと言ってくださいました。たとえね、値段が3倍か4倍でも行きたいなぁと思うカフェです。このカフェは皆さんに教えたいけど教えたくない、そんなカフェかもしれません。でもこの動画を見てくださっている皆さんには特別にお教えしますね。さて、次に向かっているのは佐助稲荷神社です。このエリアには大きく4つの観光スポットがあります。1つ目は銭洗弁財天、そして2つ目は佐助稲荷神社、そして3つ目は源氏山、そして4つ目が葛原岡神社です。どこもとても多くのアップダウンがあるので、エクササイズやハイキングにおすすめの場所になっています。特にこのシーズンはお年寄りの方が健康維持のために来られる印象があります。さあ、もう少しで着きます。今日は最高気温が26度と初夏を感じるような気温になっています。少し暑いですが、それでも山からの風がとても気持ちいいです。そして目には本当に色鮮やかな緑の色が広がっています。さて、神社のふもとにやってきました。ここが佐助稲荷神社です。
奥に進んでいきましょう。すでに先客の方が何人かいらっしゃいますね。すでにお気づきだと思いますが、この神社には何百本もの鳥居があります。鳥居は1本あたり50万円で奉納することができます。もしも皆さんの中で自分の鳥居を置きたいという方は、ぜひ奉納をしてみてください。さて、稲荷と名の付く神社は、稲がなるという言葉から来ているため、稲の豊作を願って祀られることが多くあります。五穀豊穣に加え、商売繁盛や縁結びなどのご利益もあります。また、お稲荷様には狐の像がつきものですが、実は神様は狐の姿をしているわけではないようです。狐は単なるお使いなんだとか、狐には昔から人の寿命や作物の収穫量などの未来がわかり、人の生気を奪う、あるいは人を化かすなど神秘的な動物として扱われてきました。稲荷神社の使いが狐となった理由については、いろいろな諸説があるようです。ちなみに狐の好物は油揚げと言われています。これも日本の神話が絡んでいるそうです。狐は外敵のネズミを捕食してくれることから感謝の気持ちを込めて、最初は狐が餌として食べる小動物をお供えしていたそうです。しかし、殺生を禁じる仏教の影響で、やがて大豆を原料にした油揚げをお供えするようになったと言われています。皆さんがコンビニに行ったら、ぜひカップ麺のコーナーに行ってみてください。赤いきつねうどんと呼ばれるうどんを見ることができると思います。そこにはうどんの上に大きく油揚げが乗った写真が載ったうどんがあるはずです。なぜか狐のイラストはないんですが、大きくパッケージに狐と書いてあります。狐の大好物は本当に油揚げなんだって日本の文化がよくわかるかなと思います。さて、私のお祈りすごく長いですね。日本の神社でのお祈りのお作法はどうやらいろいろあるらしいのですが、自分の名前と住所を忘れずに唱える必要があるみたいです。最近
新しい家に引っ越して住所が長くなってしまったので、思ったより時間がかかってしまいました。緑と赤のコントラストが本当に美しい時期ですね。また遠くでリスの声が聞こえてきますね。わあ、青もみじが本当に綺麗ですね。左手の場所でお守りや鳥居を購入することができます。さて、皆さんのためにこの神社の由緒を見てみましょう。ここは非常に由緒ある神社なんです。空が見えないほどのたくさんのもみじがあって、本当に綺麗ですね。しかもそこまで人が多くないので、とてもおすすめなスポットになっています。ちなみに今の時刻はというと、爆速で飛ばしてきたので、まだ午前11時半です。普通の人だったら駅からここまで歩いて20分くらいはかかりますし、カフェもね、30分はいても問題ないと思います。なので、私がプライベートツアーでこのエリアを回るとしたら、だいたい1時間半から2時間くらいを想定するかもしれません。源氏山や葛原岡神社、銭洗弁財天に行ってもとても楽しいと思います。そうそう。もしね、鎌倉でローカルによるプライベートツアーを希望される方がいましたら、ぜひ遠慮なくメールでお問い合わせください。私はフォトグラファーでもあるので、皆さんの旅に残る思い出もツアー中に撮影したいと思っています。というわけで、本日も動画を最後までご視聴くださってありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録やいいね、コメントで応援してくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。